いい音ですね。今回の動画は BMW M2、それも100台限定のエディションブラックシャドウに触れる機会が得られましたので、内外装紹介及び横乗りの様子をお届けします。まずは外装から紹介します。この顔をご覧ください。大開口のキドニーグリルがすごい迫力です。一層迫力を増している要因が、ブラックシャドウエディションの特別装備であるブラックキドニーグリルにあると思います。すべてがブラックに統一されており、悪な見た目をしています。その他、ブラックシャドウエディションのブラック要素として、グロスブラックに仕立てられたサイドギル、カーボンミラーカバー、ブラッククローム仕上げの4本出しマフラーとカーボンのリアディフューザー。これらが、ブラックシャドウエディションの特別装備となります。このマフラー、かなりいい音しており、スープラオーナーとして少し嫉妬してしまいました。走り出し前に改めてマフラー音を聞いてもらおうと思います。サイドに回り込んでみました。この車のボディサイズは全長 4475mm、全幅 1855mm、全高 1410mm となっており、ノーマルの2シリーズから全幅が 80mm も拡大されているそうで、走行安定性の向上に寄与しているそうです。性能に対する寄与だけでなく、見た目のかっこよさにもかなりいい影響を与えているそうで、オーナーさんのお気に入りだそうです。確かに、この盛り上がり具合は、ただものじゃない雰囲気でした。スープラも負けてませんけどね。続いてエンジンルームのご紹介です。この M2 に搭載されているエンジンは N55B30A 型のエンジンであるため、ベースは M235i 用のものと同じとなっていますが、M2 に搭載されるにあたり、冷却システムとオイルシステムに手が加えられ、最高出力370馬力、最大トルク465を発揮します。さらにその最高出力が6500回転時に発生するということで、NA エンジンのような吹け上がりの良さを体感できるエンジンです。同じ BMW 製の直6エンジンですが、スープラの場合、最高出力発生回転数が5000回転となっており、このエンジンの高回転の伸びの良さが羨ましいです。先日行ったパワーチェックの結果から馬力は負けていないはずなんですが、トランク容量についてです。今回ドライブに行くついでに撮影をお願いしたため、トランク内は撮影 NG でした。なので今見ていただいているのは参考としてスープラのトランクスペースの様子です。 M2 のトランク容量は390リッターもあります。このトランクスペースの広さも魅力の一つであり、オーナーさんはサーフィンをするそうで、鉱石を倒してトランクスルートすることでサーフボードを積むことができることがこの車を購入する決め手となったそうです。内装紹介に移ります。シートもブラックのレザーシートが採用されており、ところどころにブルーのステッチがあるのが特徴です。サイドのサポートの張り出しも大きく、スープラとの違いとして太もも裏のサポートもしっかりしており、包まれ感が高いシートでした。助手席に乗り込んだ状態です。全幅がそれなりにある車なので、特に窮屈感などはなかったです。特徴的なのはドアグリップやセンターコンソールなど随所にカーボンパーツが採用されており、非常にレーシーな仕立てとなっています。ドアポケットにペットボトルが入るのがいいですね。ブルーステッチはこのような形で入っていて、シートベルトも M 仕様となっており、こちらはおしゃれです。センターコンソール周りは現行の BMW の内装に比べるとディスプレイが小さかったりしますが、この世代のものでもスイッチ類は必要最低限に抑えられ、直感的に操作できるようになっています。私自身あまり BMW の車に乗る機会がなかったのですが、スープラのユーザーインターフェースが改めて BMW と同じであることを実感しました。こちらはタコメーターの表示の様子です。300キロスケールに痺れますね。オーソドックスの2眼タイプで視認性が非常にいいと思います。最新の BMW の表示形式もかっこいいし、情報表示量も多そうですが、レーシーさではこちらの方が上かと思います。液晶のディスプレイも埋め込まれており、各種情報が切り替えて表示できます。恥ずかしながら知らなかったのですが、 M2 にもクルーズコントロール機能がついているそうで、快適性も兼ね備えており、好
隙なしのスポーツカーでした。ああ、そういうこと。おお。いや、いい。ああ。いや、なんかこの DCD の変速感もなんかいいな、やっぱり。ああ。やるわ。けど多分 DCD の方が変速スピード速いだろうな。後ろがとんでもないことになってる。それはローベルめっちゃした。いかがだったでしょうか。私の興奮っぷりから横乗りするだけでもかなり楽しい車であることが伝わったかと思います。M モデルらしく足回りが固めで快適な乗り心地とは言えませんでしたが、乗せてもらっていて不快な感じはなかったです。あいにくながら天候が雨であったこともあり、かなりセーブした運転を強いられていたみたいですが、エンジンの吹け上がりの良さ、そして何より音ですね。最高でした。スープラの満足点の動画で音の良さを上げましたが、正直なところ負けている気がします。このレベルを目標に何らかの手を打っていきたいと思います。いいベンチマークになりました。以上 BMW M2 の紹介でした。実用性や乗っている際の刺激など、この車が理想的なスポーツカーとよく言われている理由が分かった気がします。特に五感に訴えかけてくる刺激的なドライビングについては、なんとかスープラもこのレベルに近づけるようにしたいですね。今回の動画は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。